こんにちは、ガジェットインフォです。このチャンネルでは、世界中のあらゆるスマホやガジェットをご紹介していきます。よろしければチャンネル登録していってね。今回ご紹介するのはこちら、Xiaomi Mi Mix Foldです。Mi Mix Foldは折りたたみスマートフォンです。現行の折りたたみスマートフォンは、サムスンの Galaxy Z Fold 2や、ファーウェイの Mate X2 などがあり、今回、Xiaomi も参入することになりました。他社をバチバチに意識した性能で、価格は、他社と比較すると、非常に安い価格設定になっています。詳細は機能ごとにご紹介しますので、ゆっくりしていってね。まずは基本情報から。サイズは閉じた状態で、縦 173.27mm、横 69.8mm、厚さ 17.2mm。開いた状態で、縦 173.27mm、横 133.38mm、厚さ 7.62mm。閉じた状態では、横幅が 70mm 未満なので、通常のスマートフォンよりも、少し細長い印象です。しかし、開くと 133.38mm まで広がり、大人が手を広げたくらいの大きさになります。厚さは閉じた状態で 17.2mm。さすがに分厚いですが、開くと 7.62mm と、通常のスマートフォン程度か、少し薄いくらいです。重さは色、というより材質によって異なり、ブラックでは 317g、セラミックスペシャルエディションは 332g あります。Galaxy Z Fold 2、Mate X2 と比較するとこんな感じ。Mi Mix Fold は、サイズも重さもぶっちぎりの大きさです。次にディスプレイです。まず、外側にあるディスプレイは 6.52 インチの有機 EL ディスプレイで、解像度は2520ピクセル ×840 ピクセル。リフレッシュレートは 90Hz。内側にあるディスプレイは 8.01 インチの有機 EL ディスプレイで、解像度は2480ピクセル ×1860 ピクセル。リフレッシュレートは 120Hz。それぞれのディスプレイを各社折りたたみ、スマホと比較してみましょう。まずは、外側のディスプレイです。Galaxy Z Fold 2は 6.23 インチ、リフレッシュレート 60Hz、Mate X2 は 6.45 インチ、リフレッシュレート 90Hz、Mi Mix Fold は 6.52 インチあるため、若干大きいです。次に内側のディスプレイです。Galaxy Z Fold 2は 7.6 インチ、リフレッシュレート 120Hz、Mate X2 は8インチ、リフレッシュレート 90Hz、Mi Mix Fold は 8.01 インチあるため、ちょっとだけ大きいです。Mate X2 をバチバチに意識したサイズになっています。リフレッシュレートは Mate X2 だけ 90Hz と低いです。比較すると、ディスプレイは、Mi Mix Fold が大きさも性能も良さそうです。続いて CPU、メモリ、ストレージです。CPU はスナップドラゴン888。これは2021年4月現在、Android スマホに搭載できる最高峰のため、Galaxy Z Fold 2や Mate X2 よりも高い処理能力を有します。メモリーとストレージは、メモリ 12GB、ストレージ 256GB モデルと、メモリ 12GB、ストレージ 512GB モデルと、メモリ 16GB はやってんなぁ。ストレージ 512GB モデルの3パターンです。メモリもストレージもゴリゴリに積まれています。Galaxy Z Fold 2や Mate X2 と比較すると、ゴリゴリ感が、よりわかりやすいと思います。続いてバッテリー周りです。バッテリー容量は 5020mAh です。画面サイズが大きいと、それだけバッテリーの消費が早くなってしまいます。そのため、5000mAh を超えるバッテリーは必要不可欠です。また、67W の急速充電にも対応しており、
シャオミが販売するスマートフォンの中では、最速の充電スピードを誇ります。他社と比較すると、容量も充電速度もずば抜けた性能になっています。続いてはモバイルネットワークです。携帯大手3社足す楽天の対応状況を見てみましょう。各社の主要バンドごとに確認します。バンドとは、ネットワークに割り振られた番号で、国が使って良い番号を各社に割り振っています。ドコモは1、3、19のネットワークを割り振られ、ソフトバンクは1、3、8といった具合です。そして、スマートフォンは、端末によって使えるネットワークの番号が異なるため、SIM フリー端末を使用する場合は、端末が使えるバンドと、契約している携帯会社のバンドを照らし合わせる必要があります。マスはドコモです。ドコモの主要ネットワークはバンド1、3、19、ミーミックスフォルドは、ドコモの主要バンド3種類とも対応しています。次にソフトバンクです。ソフトバンクの主要ネットワークはバンド1、3、8、ミーミックスフォルドは、ソフトバンクの主要バンド3種類とも対応しています。次に au です。au の主要ネットワークはバンド1、18、26、ミーミックスフォルドは、au の主要バンド3種類とも対応しています。ただし、au の音声通話は、ドコモ、ソフトバンクとは異なる通信方式のため注意が必要です。最後に楽天モバイルです。楽天モバイルの主要ネットワークはバンド3、18、ミーミックスフォルドは、楽天モバイルの主要バンド2種類とも対応しています。というわけで、どの携帯会社の SIM でも問題なく通信することは可能。さすがは最新折りたたみスマホといった感じです。次はカメラです。背面は、メインの1億800万画素。広角の1300万画素、マクロと望遠の800万画素、前面は2000万画素を搭載しています。シャオミは2019年から1億画素カメラ搭載のスマートフォンを販売していますが、販売当初は画像処理がうまくいかず、残念な写真になっていました。しかし今では改良が加えられ、実用できる品質になっています。また、マクロと望遠を兼ね備えた800万画素のカメラには、世界初となる液体レンズ技術が採用されています。これは、液体が入った袋の形状を、モーターで変形させることで、一つのカメラでマクロと望遠を撮影することができるようになっています。この技術が進歩すると、高画質なメインカメラで、マクロや望遠も撮影できる日が来るかもしれませんね。最後に、その他機能として、4つのスピーカーの搭載や、画像処理専用チップを搭載したり、パソコンのように使用できる、デスクトップ UI への切り替え機能があったり、と、非常に魅力的な1台になっています。価格は約17万円と、普通のスマートフォンよりは高い価格ですが、メイト X2 や Galaxy Z Fold 2は30万円前後するため、非常に安い価格設定だと思います。この値段であれば、スマホもタブレットもハイスペック端末を持っている方にはおすすめの1台です。両方を持ち歩いている方は、次回買い替える際に候補に入れてみてください。4月16日から中国で販売開始される予定のため、気になる方は海外サイトをこまめにチェックするとよかよ。最後に、こんな感じで、スマホやガジェット情報を配信しますけん、気になった方はチャンネル登録。クソだと思ったらバッドボタン。率直な感想や、今後紹介してほしいものがあれば、コメント欄へよろしくね。それではまた別の動画でお会いしましょう。